はい、こんにちは。石川正義です。今回ですね、オートミールを使ったクッキーをね、作っていこうかなと思うんですけども、ちょうどね、僕も今ダイエットしてまして、ダイエット界隈で流行っているようなオートミールのクッキーをね、いろいろ拝見してて、で、一つね、作ってみたんですけども、なかなかレシピがね、ストイックで、僕にはずっと続けられないなっていうのがあったので、もうね、そこは諦めて、もう砂糖も粉もね入るんですけども、美味しいオートミールのクッキーを作っていこうかなと思います。では材料から見ていきましょう。では材料ですね。バナナ、無塩バター、カソナード、お塩、卵で、薄力粉、強力粉、ベーキングパウダーですね。ここまで、ベーキングパウダーまでで生地を作っていきます。で、あとは具材としてオートミールとレーズン、あとチョコレートと香り付けでシナモンという風に使っていきます。で、今回バナナを使っていますけども、バナナを使うことでバターをね少し減らしています。カソナードは他の、例えばきび砂糖とかベルジョワーズとか黒糖とかね、メープルシュガーとかいろんなお砂糖に置き換えていただいても大丈夫です。もちろんグラニュー糖でも大丈夫です。で、オートミールの独特の香りというか風味というか、それがね苦手な方もおられると思うんですけども、今回みたいにレーズンだったりチョコとバナナでチョコバナナの風味をつけたり、あとね、こういうお砂糖、茶色いお砂糖で旨味を足したり、あとはシナモンで風味を、違う香りをつけたりっていうので、オートミールの独特な香りをカバーしつつ、このオートミールの美味しさを引き出していくっていう風にしていきます。では作っていきましょう。ではですね、中に加えていくレーズンとチョコレートを刻んでいきます。これはですね、あんまり細かくなってしまうとアクセントとしての味も感じにくくなってしまうので、細かくしすぎないようにざっくりと刻んでいただければ大丈夫です。もうこれくらいの大きさになれば十分ですね。では生地を仕込んでいきます。では分量のバナナを潰していきます。できるだけ大きな塊がなくなっていくように潰していきます。そこまで神経質になる必要はないので、ある程度でいいので、こんな感じになれば柔らかくしておいたバターを加えて混ぜていきます。で、この時点ではバナナの水分とバターがきれいに混ざっていなくても全然構わないです。ではここにカソナードとお塩を加えて混ぜていきます。これも軽く混ぜたら、そこに次の卵を全量加えて、これもねなんとなく混ぜていきます。ここでも白く細かい粒々が見えてますけども、最初のバターがまだ混ざりきってない状態ですね。これでね全然大丈夫です。ではここに薄力粉、強力粉、ベーキングパウダー、この粉類ですね、これをふるい入れていきます。で、粉が震えたらシナモンパウダーをねお好きな量振っていただいて全体を混ぜていきます。で、それを粉気がなくなるまで混ぜると、さっきのねバターの粒々もなくなってくれるので、ここにオートミールと先ほど刻んだレーズンとチョコレートを加えて混ぜていきます。具材の一粒一粒が生地をねしっかりとまとったら生地の完成ですね。では生地を分けて成形していきます。ではディッシャーを使って分けていきます。今回は20番の大きさ 30cc のディッシャーを使っていきます。
もちろん普通にスプーンなどで分けていただいても全然大丈夫です。では鉄板に並べたところに一度上からラップをして手で平らに伸ばしていきます。今回のレシピではバターをバナナにかなり置き換えているのでオーブンの中でねほぼ膨らまないんですよね。なのであんまりね薄くしすぎない方がいいと思います。だいたい1センチぐらいの厚みになればいいかなと思います。ではそれが伸びたらラップを剥がしてオーブンで焼いていきます。オーブンはですね140度で25分調整していきます。で焼き上がったら冷まして完成ですね。はい、ではいただきます。穏やかな味ですよね。でフレッシュでバナナを入れましたけども、そのね穏やかな香りがふわっとして、でそこにねチョコレートが合ってくるんですよね。もう王道のチョコバナナの香りですけども、強すぎなくていいですね。でチョコバナナの後にレーズンだったりカソナードのうまみがちょっと立ってくるんですよね。でチョコバナナの後にレーズンだったりカソナードの味がくるんですけども、それがねちょっと落ち着いてきたぐらいにオートミールを感じるくらいなんですよね。でオートミールが苦手っていう方が苦手とするね匂いとか風味っていうのは一切なくて、もうほぼ食感のものっていう感じですかね。はい、ごちそうさまでした。今回はですねオートミールのクッキーを作っていきましたけども、どうもオートミールの香りとかね風味が苦手っていう方だったり、一回ねオートミール試してみたけど挫折してしまったっていう方でもね、このクッキーだと持続的に続けられるかなと思いますんで、ぜひ作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。